ね、ボス戦とかで今死んじゃったら町に戻るっていう選択肢しかないから、あれをボス戦前に戻ろうを作ろうかみたいな話したりとかね、あとはその町に飛ぶワープに関してはまあ無料にしようかみたいなね、そう言ったりとかも一応してたんだけどね、まあ他にもスキルの話とかもちょっと多くなっちゃってるっていうね、してたけどね、さすがにちょっとスキルのサイドスキルのなんか名前とかも公表はしたんだけど、まあ、今日は言わないけどね、まだ完成してないし、まあいろいろやってましたね。あとは本当要望、ちょっと軽く、もらったやつを紹介しましょうか。結構まとめてやってましたよね。そうですね。あれですね、なんかスキルのショートカット叩いてたら後ろのモンスタータップしちゃうとかもあってね、そう一応これ明日治るかなと思いますけど、明日あとはあれかな、自動弓救済してほしいですとか、あとはね、ペットのレベリングがやっぱ大変なんでなんとかしてほしいとか、いろいろあったりとかで、ここはなんか考えようかなと思うんですよね。ちょうどペットがパーティー枠から解放されるような更新も今後あるので、やっぱなんかこう育てやすい何かとか欲しいのかなとは思ってるので、なんか入れようと思ってますね。あとはあれか、料理の、効果時間をリセットしたいとかね、要は別の料理食べたいみたいな。ただ経験値はもらえなくてもいいですかみたいな話もしたんですけどね。不具合も直してなくて、それはね常に直すものだからさ。あとあれか、アバターのコーディネートを登録したいとかね、パラメータごとに、この組み合わせを登録しておきたいみたいな話もあって、一応マイルームのクローゼットにそういう機能を持たせようかみたいな話したりとか、そういろいろやったりとか、あとあれか、V 破壊のマーカーが背景と同化して見えないとか、エフェクトに紛れて見えなくなっちゃうよっていうのがあったんで、一応これが来月の更新に多分乗りますね。ちょっと見やすくなりますね。なんか要は奥白やったらタップマークが同化して見えないっていうのがね、あれに関しては一応解決を一旦やってみたので、ちょっと色替えじゃないんですけど、一旦新しいエフェクトを作ったんで、ちょっとそれで見てもらって、それでもまだちょっと見にくいよっていうのであれば、ちょっともうちょっと考えますってところですよね。あとは今内緒話の履歴が入ったと思うんですけど、あれを個別に内容消す機能欲しいよとか、これは作りますけど、あとはあれですよね、倉庫から引き出すに個数選択とか、あとは倉庫内でこのアイテムってどこの倉庫に入ってるのっていう検索したりとか、結構そういうのを結構要望でいただいてて、一応倉庫の検索に関してはあれですね、なんとかすればできるかもっていう、ちょっとうちのエンジニアと話をしてたので、もしかしたら実装できるかもしれない。ちょっとオフイベの時には難しいかなって話してたんですけど、後相談してみたらできるんじゃないかなっていう、ちょっと制約はつきますけど、なるほど。他にもねいろいろいただいてましたけどね、なんかマイルームが海に侵食してるんですがとかいろいろありましたね。これ普通にバグだったんで、もう多分治ってると思いますけど、なんかね、マイルームの一角に海が浸水してて、そうなんか波高くて家の中まで水浸しなんですがみたいな、なんてまさかと思って調べていたら本当に浸水してて、嘘だと思って、確か次のメンテぐらい確か直してたと思います。もう今は治ってますね。一応であとはボス前ワープも欲しいっていうのも結構要望でもらってるんですけど、一応これに関しては僕はあんまり作る気はないんですが、何か別の形でなんかそのボス前になんかショートカットできるような機能っていうのはなんか作りたいなとは思ってるので、いずれは何かやろうかなと思ってて、飛べるってことですか。なんかギルド機能とかでなんか作ろうかなとは思ってますけどね。なんかその選べるわけじゃないんですけど、なんか今週はこのボスに行けますよみたいな、なんかそういうのはちょっとやってもいいのかなと思ってるんです。やっぱギルドに入るなんかその旨味みたいなのもちょっとどんどん作っていきたいなと思ってるので、何でもかんでも自由にするわけではなくて、そういうコミュニティの中に入ることによって何かもっと楽になるよみたいなのも作っていけたらな。今あんまりそういうのがないので、なんかもうちょっと入れたいなとは思ってるんでね。他にもいっぱいあるんですけど、ちょっとこれ全部言ってるとちょっと時間なくなっちゃうんで、いろいろ要望いただいているので、これもあれですね、毎月少しずつ消化していけたらなとは思っております。そうですね。ギルド迷宮以外にもね、ギルドメンバーで協力できる何かコンテンツは入れたいって話をずっとしてはいるので、僕らの方も。なのでとりあえずその辺も粛々と入れていくと、ちょっと今はまずスキル周り入れたりとかいろいろやってるんで、ちょっと順番にはなっちゃうんですけど、やりますって感じですね。ですね、明日アップデートございますということで、今更なんですがちょっと海イベントの調整があったりとかします。敵の攻撃力があまりに低すぎて、ゲームオーバーにならんっていうのもあったのでちょっと調整しました。代わりに、獲得できるポイント増量とかやったりとかしますね。あと結構、
なんだろう、ゲーム全体で見た時に結構ポイントを余らしてる人がいっぱいいるっていうのはもう分かっているので、ちょっと必要ポイントはかなり多いんですけども、一応景品はちょっと追加しようと思って。おー、ありがたい。ただあんまりめちゃくちゃ強いものがあるってわけじゃなくて、普通に復活の雫とかがちょっと足されたりとか、アバターチケットもちょっとね、もう何枚かもらえるぐらいの、追加しかないですけど、その代わり必要ポイントすごい高いんで、なんだろう、狙って取るというよりは余っちゃったからこれ取ろうぐらいの感覚で取ってくれればいいかなとは思いますね。鎧まで取ってる人はもうほとんど取れるのかな。ただそのかき氷のダブル狙ったりとかしてるとポイントないかもしれないですけど、あまり強いものは入れないよってところで、ちょっと初めなんかすげえなんか10メガぐらいで忘却とか入れた方がいいんじゃないのかみたいなのあったけど、いやそれは今更入れるのはちょっともう使っちゃった人に首相でしょって話だったんで、そういうのはやめましたね。あくまで小物をちょっと入れてきました。はい。で、あとあれか、マイルームの家具検索、これもあれですね、冬部で要望あったんですけど入れましたので、一応明日入る予定です。おお、早い。はい。あとさっき言ってたそのショートカットの後ろをタップしちゃうっていう現象があるって話を結構いただいたので、一応確認してみた結果、もしかしたらこれが原因じゃないかっていうのをちょっと特定できたので、それを入れてみたんで、それで治ればおそらくこれの問題で、これで治んない場合はまたちょっと別の問題のはずなので、ちょっともう一回調べるので時間かかるかもしれないですね。おそらく治るはずです、これで。明日は一応さっきも前半ちょっと言ったんですけど、ペットがちょっと追加されたりとか、あとあれか、ワールドトレジャーの追加がありますね。8章のワールドトレジャーが足されます。来た8章。ちなみに章は出ませんね。はいということです。で、エイリー制作中のところですが、コンボポイントの仕様変更の話ですね。前にもちょっと言ったところ、あれですね、ロングコンボとかがまだちょっとまとまってなくて、もうちょっと時間かかりそうっていうのは前も言ったんですけども、コンボポイントの管理の仕方だけ変えるよっていうのが先に入りますって言ったと思うんですけど、一応これが9月に入る予定ですね。今ちょっと本当は明日入れようと思ってたんですけど、ちょっとバグが出てしまったのでちょっと実装ずらしました。で、あとはあれですね、V 破壊のタップエフェクトの調整、これも一応9月の、上旬かな中旬かな、結構早い段階でこれも入ると思います。あと、ペットの雫玉の餌の調整があります。今、2種類の効果ランダムで出るんですけど、これ2種類の効果同時にかかるようになるんで、育成中だったらこっちの効果、一緒に冒険してる時はこっちの効果みたいな感じになるので、今もちょっとねランダム要素があって、課金アイテムなのになんかランダムなのもねっていうのもあったんで、ちょっと固定化しました。これからやっぱペットはやっぱ育てやすくどんどんしていきたいなとは思うので、ちょっとこういう細かい調整をちょっとやっていけたらなとは思っています。まだね、獲得経験値のところはまだ僕らの中でも答えが出てないので、もうちょっとかかるかなと思いますけども、いずれ獲得量については考えていきます。ペットのパーティー枠解除、これも一応、来月には入る予定です。基本的にはパーティー枠解除って言っても、4人の枠に収まっている場合は、今までとあんまり変わらないです。ペットの性能もかなり高い状態をキープできてるんですけども、いわゆる4人枠からあぶれたペットに関しては能力に制限がかかります。なるほど。攻撃速度が遅くなったりとか MP の回復効率がちょっと落ちたりとかするんですけど、その代わり、4人パーティー組んでてもペット呼べるよっていう、いわゆる、プラス効果には必ずなるっていうところにはなるのと、ちゃんと呼んでれば経験値も入るので、結構4人と4匹で冒険できるみたいなのはちゃんとできるのかなと思いますね。ペットを常に連れ歩きたい人に朗報みたいな感じですよね。でも一つだけ注意してほしいのは、一応4人枠からあぶれた場合には、防御慣れ発生できなくなるので、それ目的で入れるのはちょっとできないかなと思います。その場合はちゃんと4人の枠に入れてください。だから3人人で1人ペットだったら、このペットに関しては慣れは発生できます。さすがにちょっとそうしないと慣れの変動率があまりに上がっちゃって、ゲームバランスおかしくなっちゃうので、そこはそういうふうに制限かかって。なるほど。あとは前から言ってた名前の半角16文字まで可能にするよってやつ。そうですね、これちょっと前のですね、サーバー機材の更新の時に本当は一緒にやる予定だったんですけど、引っ越しの時にちょっと失敗しちゃったんで、ちょっとずっと保留になったんですけど、これも一応来月にはもう入りますね。一応もう今最後のバグ取りをやってるところなので、多分来月の末には多分入るんじゃないかなと思います。で挑戦に関してはまだこれどうしようかなっていう段階なんですよね。一応ソードコンバージョンっていうスキルがあるんですけど、あれの、ソードっていう単語を取っ払って、一応自動弓とか辺でもちゃんとコンバージョンできるようにしようかなと思ってます。逆にそれどっちかというとプラスですね。さすがに自動弓
でもその効果あってもよくないみたいな、いわゆるなんかそのマジックガンナーみたいな感じで遊んでる方もいらっしゃったので、だったらそこも入れてもいいかなと思ったんで、ただその効果入れるんだったらそのソードコンバージョンってなんかそのスキル名合わないじゃんっていう、だからちょっとコンバージョンだけに変えてやりますっていうのと、あとエンチャントソードに関しては単純にお手軽すぎるのでバランス的にちょっと良くないって話があるので、威力はちょっと下げたくないんで、どっちかっていうとクリティカル性能の方をちょっと下げようかなと思ってます。要はお手軽に属性なくても弱点つけるで大剣持ったらクリティカルがクリティカルすごい高いんですよ、だから結構装備構成と簡単にめちゃくちゃ強いのが作れちゃうんですよ、そうすると他の武器とかに比べてちょっとお手軽すぎるので、要はちょっとそこの難易度を揃えたいっていうのがあったんで、威力下げちゃうと結局また使えないスキルになってしまうので、そこのクリティカルボーナスの方をちょっと抑えることで、ちゃんと装備品をそういう選択をしようねっていう感じにしようかなと思っています、で一応片手剣に関しては変わんないんですけども、一応今回そのクリティカル性能を下げるところにちょっと何かしらなんかその条件満たしたらちゃんとクリティカル性能戻るよっていうのはちょっとやろうかなと思ってるんですね、完全に消すだけっていうのもちょっとあれなので、何かしらこういう条件を満たした場合にはクリティカル性能を戻します。でそれは片手剣の方にも入りますよ。もともとマジックブレードって片手剣とか、自動弓とかで魔法も使えるよみたいな構成で本来やってたはずなのに、なんで両手剣の強いのみたいな話だったので、それはちょっと違うなと思ったんで、ちょっと片手剣の方にもうちょっと優遇してあげないとちょっと違うのかなと思ったんで、そっちを入れようかなと思ってますね。あとベアハンドに関してはもともと素手って安定率がめちゃくちゃ低いんですよ、で結局ベアハンドスキル入ってもやっぱばらつきがでかすぎてちょっと使いにくいよねっていうのもあったので、ちょっと特定のスキルで安定率が上がるようなちょっとバフを入れようかなと思ってはいますね。他にもちょっと攻撃力のアップ幅上げたりとかはちょっとしようかなってところですね。他のスキルも一応検討はしてるんですけど、ちょっと今のところはここが一番かなところですね。そうですね、これを来月には入れていこうかなとは思いますね。で次が、エリカイスの、ウィザードとクラッシャーと、ギルド機能の、クラッシャーはちょっとまだ見せられるものがないんですけども、鉄鋼とかもね、また決まったら見せられるってことですか？そうですね、一応いずれも年内実装はやろうと思ってて、多分11月いくかな、多分10月にはちょっと動いてるのもうちょっと見せられたらいいんですけど、他にもウィザードはなんだっけな、今ライトニングとブリザードやったので、あとなんだっけな、あとはあれか、メテオストライクとストーンスピンとかあるのかな、ちょっと今忘れちゃいましたけど、いろいろ多分レベル3スキルがまず初めに入るのかな。あとはですね、マップ上になんか MP 回復スポットを作ったりとか、そういうのもできたりするんですけどね。何そのスポット？他人1回しか取れませんけど自分で取ってもいいですよね。でギルド機能と、要はチャージングを前もってしといて、そこに MP 回復スポットを置いといて、誰か取ったら MP300 回復できるみたいな。何それ？一応そういうのも作ろうかなと。なのでウィズはそういう感じですね。一応あれかな、杖か、魔道具があれば使えるので、だからサブ魔道具つけられれば、他の武器でも別に使うこともできます、ね。サブで入れとけばいけると。な感じです。だから別に、マジックブレードさんと一緒に同居することもできるんで、そうだから別に自動弓魔道具でもできますよね。猫は呼べますね。なるほど。幅が広がりそうですね。ペットとはまた違うんですもんね。ペットとは違いますね。これサモンっていう新しい機能が入っているので、後々入ってくるサモナーとかもこのシステムを土台にして作っていこうと思うので、そのためにもこれをまず作ろうっていう話になってるぐらいですね。なるほど。猫アレルギーの方は大丈夫ですよ。ゲーム内だったらアレルギー関係ないのと、別に猫が嫌だって場合はちょっと新しいその見た目が入るのをちょっと待ってくれればいいかなとは思いますね。猫召喚者、ちなみにウィザードはあれですよ、アサシンと同じで図書館で誰でも取れるので、条件さえ満たせば、ブックではないですね。猫は1人1匹ですね。なのでパーティー4人だったら4匹呼ぼうと思えば呼べますね。それでペットも4もいたら大変なことになりますね。すげえフィールドになるな。画面が結構猫戦闘中そんな近くまで寄ってこないようにはなるので、最終的には巻き込まれちゃいますからね。面白い。下手すりゃこっちで攻撃するやつが444で10人いる可能性がいやでもちゃんと指示しないと猫動かないですから普段言わなかったら伸びしてますから主人頑張ってんなっつって。いやもうエモい
エモいよ、エモいですね。はい。まあそんな感じの今用意してますよ。はい。とあとはギルド機能に関してはまあいつもテナントですよね。ギルド酒場の空きスペースに雑貨屋とか鍛冶屋とかまあ何かしら1個置けるっていう機能があるので、まあおそらくまあ倉庫か雑貨屋が人気になるのかなと僕は思ってますけど、そうすると要は雑貨屋入れると借り場からね売却しに酒場に行けますしね。あ、そうだ。そう倉庫だったら別に自分のアイテムの出し入れどこでもできますしみたいなのがあるので、ポッポってやればそこで売ってまた戻れる。そこは維持費がかかるので、そこはギルドメンバーみんなでまあ維持してもらえればいいのかな。まあ維持費そんな高くないんでそこまで難しくないですけどね。そうですね。まあ一応ギルドスタッフのカスタマイズもできるので、なんかうちのギルドのなんかね看板を作ろうみたいなのをみんなで頑張ってもらってもいいのかなと思いますね。看板娘ちゃんが出てくるね。でもギルド倉庫はまだないですね。ギルド倉庫もいずれ作りたいですけど、なんかギルド倉庫もなんかねいろいろとなんかね持ち逃げやらなんやらっていろいろあるので、どうしようかなってちょっと思ってますけど。やめましょう。やめましょう。要望あんねん。けどなんか問題起こりそうじゃないですか。まあね、だからそれまでからちょっとなんか優先度下げてんだけど、いずれはね入れようかなと。盗みにだけさ、長島のギルドちょっといいですか。長島さんに憧れててって言ったらお前も入れよう入れようっつって呼んでさ、いやギルド所属1週間しないと無理とかは入れるよと思うけど、でも1週間耐えりゃいいみたいなのもあるからね。1週間経ったんですよね。そこはね、まあちょっと今後考える感じですかね。であとはですね、前に言ってたチャレンジダンジョン2の方がもうこれも作ってはいて、どっちかっていうとチャレンジダンジョンの方の報酬の部分がまだできていなくて、ちょっとこれが完成しないと今はちょっとリリースできないねっていう話をちょっとしてますね。まあ前も言ったんですけど、まあチャレダン2で何かしらそのアイテムを集めて、まあなんかオリジナルのなんかバフ効果みたいなのを作って、それをなんか燃料を使って一瞬発動させるみたいなのをちょっとやりたいなというところですね。あとあれですね、マイルーム関連も一応やってはいますけど、まあかかるでしょうね。結構内壁はなかなかうちのエンジニアもなんか、見るたんびに頭ひねってるから。であとはまあ傭兵の拡張機能も粛々とこれもね作ってはいるので、まあこの辺も情報がまあ出せるようになったらもうちょっと出していこうかなと思いますね。一応スキルが設定可能になると確か今2個ぐらいかな、スキル打てるのは。なんですけどで入れると多分通常攻撃力下がりますね今回。今ってスキル使えないから通常攻撃はスキル並みの破壊力出るんですよあいつら。強いですよね。めちゃくちゃ強いんですけど、そこはまあ一応スキル設定できるんだったら攻撃力多分抑止すると思うので、おそらく下がるんじゃないかなと思いますね。まあまだまだ先の話だとは思うので、まあこれは開発が進んだらまた場を改めて発表できればなと思います。